新玉ねぎをレンジで簡単柔らかく速攻作れてうまい春の美味しさたんと召し上がれ。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回は新玉ねぎを使ったお料理、もう結構定番で有名なレシピなんですが、新玉ねぎを電子レンジで丸ごと加熱してね、トロットロの状態にして味わう新玉ねぎのレンチン丸ごと蒸し。ただね、私もうこの時期になったら何回も作ってね、めちゃくちゃ大好きな料理なんで結構いろいろ試したんですがね、今回のこのレシピが味のバランスが良くてね、ほんとご飯のおかずにもなるしおつまみにも抜群ですしね、そして玉ねぎなんで丸ごと1個食べてもまあ罪悪感ないと思います。お腹も満たされます。めちゃくちゃ美味しくて、ほんとね、この新玉ねぎの時期に何回作んねんっていうぐらい作っちゃう、そんな料理なんでぜひ皆様も1回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら新玉ねぎ1つ、今回レンジで丸ごとチンしてね、柔らかくトロットロにしていきます。もう甘みも引き出てむちゃくちゃ美味しいです。こちらポン酢 50cc、今回のね調味料などの分量は目分量でもうほぼ適当に作っても美味しくなりますんで、目安としてポン酢 50cc。 はい、そしてこちらチューブタイプのすりおろしニンニク、こちらをお好みで少し使います。それとマヨネーズもうこちらもねお好みの量、マヨラーの方はたっぷり使っちゃって構いません。そして削り節ね、鰹節、こちらもわさっとね一つまみぐらい用意しておいてください。材料は以上です。まずはこちら新玉ねぎ、皮の方をすべてね剥き取ってください。この表の 1,2 枚の気持ち乾いて硬くなった状態の皮、手でねこうやって剥くだけで簡単に剥けちゃいますんで、中のこの真っ白な柔らかい状態のところだけを使っていきます。やっぱ新玉ねぎね、この皮も薄くて柔らかく、水分をたっぷり含んでみずみずしくて、やっぱり普通の玉ねぎに比べると甘みも強くて美味しいんでね、まずは皮をぐるりんちょっと剥いてください。こちら玉ねぎの皮を剥きましたら、ちょっとね天地上下の部分を少し切り落として平らにしてください。はい、こんな感じで切り落とします。そしたらこちらね、根っこがあった方、少しこの塊が硬かったりするので、こちらから十字に3分の2ぐらい切り込みを入れます。はいよ。はい、こんな感じでちょっと十文字にね切り込みを入れてください。この状態で切り口を下にして耐熱皿に乗せます。もう陶器の器でしたら何でも大丈夫なんで、こちらのこの十字に切り込んだ方を下にして入れてください。器に玉ねぎをセットしたらラップをぴっちりぴったりかぶしてください。この状態で電子レンジで加熱してもトロットロに仕上げていくんですが、この時ね少し空気穴を開けといた方がいいので、ラップの表面に爪楊枝なんかでね数箇所適当に穴を開けといてください。はい、これで準備完了。この状態で電子レンジ600ワットでまずは5分間加熱してください。はい、トロットロで甘み爆発しちゃってね。はい、とりあえず600ワットで5分間加熱します。はい、こちら今玉ねぎ電子レンジで5分加熱して柔らかい状態になりました。ここでね結構柔らかくなってるんですが、もう少し加熱してもほんとトロトロにしたいので、こっから先の加熱時間はお好みで構いませんが、1分から3分ぐらいで調節してください。そしてここから味付けしていきます。まずはねこれ上からポン酢の方をたっぷりかけてください。そしてこのポン酢の中にお好みで構いませんのでチューブタイプのおろしニンニクをねペペペッと、これでニンニクのうまみと香りも広がって、このね玉ねぎが甘くてめちゃくちゃ美味しいんで、はい、ポン酢の方にニンニクを溶かしたら、この上ですね、ここにマヨネーズ、はいビューッとね絞っちゃってください。はい、この辺はお好みで大丈夫です。
この状態でさらに電子レンジで、1分から3分加熱して玉ねぎをトロトロにしていきます。はい、美味しくなってね。はい、私はだいたい2分ぐらいしてね、合計7分。もうこの状態が大好きなんでおすすめです。はいよー、完成しましたよ。もうめちゃくちゃトロトロになってます。はい、ここで最後の仕上げ。この表面に鰹節をトッピングしてください。どうでしょうか。もうレンジでトロトロになって新玉ねぎの甘みを十分に引き出した丸ごとレンチン蒸し、ぜひ一回作ってみてください。はい、そしてこちらね、このニンニクポン酢の方まで玉ねぎの美味しさが染み出ていい感じのね状態になっても味わえちゃいますんで、この玉ねぎを崩しながらマヨネーズ、鰹節、そしてこの煮汁に絡めて食べてください。それでは、はい、めっちゃ柔らかい。今日もいただきます。